そうかそうだったのか。どうしたウプ主？ニート病か？今やっと考察の洞窟を抜けて、私は太陽を目にした。頭おかしくなったんか？ニートには触れないでくれ。頑張って就職活動してるから。まあ報われるかわからんけどな。逆ん。今回はウプ主は、2回の考察で、そのパズルを完成させた。お前また的外れな考察か？今回は大丈夫なんだろうな。ああ、今回は自信がある。なぜなら、私は、洞窟の外の太陽を見たからだ。わかりやすく言えよな。そうだぞウプ主、自己満足してんじゃねえぞ。申し訳ございません。動きをつけます。ならよし、さあ話を聞こうか。ありがとうございます。結論から申し上げますと、この作品はイデアロンにある、洞窟の比喩で間違いない。とウプ主は結論つけました。なんだそれは。わかりやすく頼むぜ。イデアロンを説明するため、哲学者プラトンが考えた比喩です。つまり彼は最初の見開く者、ソクラテスだ。いやどういうこと？はじめに洞窟の比喩について話すね。まず、私たち人間は生まれた時から暗い洞窟に住んでるとする。人間は何かに縛られ、洞窟の壁を向いている。その後ろに松明の光があり、人間と繋がった人形の影が壁に映し出されている。みんなそれを現実だと思っている。わかりやすく言うと？映画のマトリックスが一番近いかな？なるほどな。そんな中、縛りを解かれた人間が現れる。そして、何者かに洞窟の外に連れ出される。それが前の動画で判明した、アリスだね。その通りだ、始まりのもの、アルケイだね。最初はあまりの眩しさに、物を見ることができない。そして解かれし者は次第に世界の姿を目にする。そうか、さらけ出せは世界の本当の姿なんだね。そう、そして、太陽が世界を成り立たせてることを知る。つまりこの世界では、幻工場のことだ。そこで彼は、終わらせる者テロスである、テレスに出会う。真実を知った彼は、洞窟に帰りそれを皆に伝える。しかし、影が真実の者たちは、彼を危ないとして危険視する。なるほど。最初の考察の、模倣の説が強くなる。じゃあ世界が崩壊する理由は？それは世界の見解を曲げて、考えてみたよ。見解を曲げる？崩壊の意味はそもそも2つの意味がある。恋をして終わったのは、本当の世界を見て変わった、彼の当たり前だった世界。そして、もう一つが幻とされる世界。世界は結果崩壊するの？多分する、それがストーリーになってると思う。ここは史実にない分、ポンペイをオマージュした形になると予想してる。ポンペイって何？火山噴火で崩壊した、古代ローマの都市だ。これを見てほしい。工場は赤く火山のように、火を連想させる。そして次の画像。これは、ギリシャのポリスだろう。ポリスって何？前、アリスがロゴスなのは話したよね。見てない人は2個目の考察見てね。それが、ここがポリスで、彼女がロゴスな理由だ。ロゴスとポリスの関係性は、プラトンの話でよく出てくる。ポリスとは平たく言うと、一つの都市のことだと思ってくれ。少し難しくないか？もう少しわかりやすくしてくれ。なぜポリスの模写足りえるか、それはこの工場がアクロポリスだからだ。いやお前話聞いてた？ポリスとは町、アクロポリスとは小高い丘や神殿、その町のシンボルだ。そこに、彼女がいること、それすなわち、彼女はロゴス足りえる証拠だ。そして、それは古代ローマ都市の思想に起因する。つまりここは、アニメで描かれたポンペイだ。なるほどな。でもそれがどう関係するんだ？そこで疑問だ。彼女は太陽を見せ、太陽の比喩たるもの、それは終わりのものテロスである、テレスだね。つまり、世界を作ってるのはテロスであるテレスになる。それがどういった意味になるの？アリスの目的は、多分世界の崩壊の原因になる、テロスを救ってもらうこと。アリスはこのまま魂を取り込むと、テロスが崩壊することを知った。テレスの言葉であるアリスは、魂を取り込むのをやめさせ、彼女の崩壊を止めたかった。そこで必要になったのが、ソクラテスになる彼だ。彼をソクラテスにして、恋をさせることで魂を取り込ませないように仕向ける。彼女の真の目的は、テレスに生きてほしいことなの？多分そうだ。その際に、ソクラテスになった彼の日常は崩壊する。そして、彼女を救えば、幻の世界も崩壊する。つまり、それが世界が崩壊する理由なの？ウプ主はそう考えたよ。アリスにとって、世界よりテレスが大切だったんだ。テレスが魂を取り込まないと、幻の燃料のアイテールが足りなくなる。やっぱり、構想の炎はテレスなんだね。多分テレスの事情を知った主人公は、アリスと一緒にテレスを救うため、恋の力でテレスを救い崩壊の運命と戦う。その矛盾した行動が、キリストの意味のロゴスを示唆する嘘つきな羊飼いだ。ウプ主の最終考察は、器アニメじゃなくて、優しい物語なんだね。世界の崩壊はどうなるの？
そこまではウプ主も予測できない。この考察が合ってるなら、神脚本がどう書くかはウプ主も読めない。ただ言えるのはウプ主は、この作品が深くとても好きなことだ。公開が待ち遠しい。確かにそうだな。正直こうやって作品を届けてくれる、制作の皆さんのおかげだね。もしこの動画を見た人で、この作品に興味を持ってもらえる人がいたらウプ主は本望です。三鉄頑張ったもんな。報われたらいいな。もし気に入ってもらえましたら、チャンネル登録と高評価お願いいたします。ウプ主泣いて喜びます。お願いいたします。それでは皆さん今回は、ウプ主のアリストテレスの幻工場、最終考察の結論でした。ご視聴ありがとうございました。